芸人アイドルストレイキッズ、笑いを追求するあまり目指す方向を間違えたメンバーも。ストレイキッズといえば美女や曲の良さはもちろん、メンバーの仲の良さも推しポイント。要所要所で仲がいいからこそできる行動が多く、 2023AAA ではベストクリエイター賞をスリラチャが受賞してスピーチをしている際、栄光なるスリラチャに対してブーイングをするメンバー。このワンシーンにもスキズが詰まっています。今回はそんな仲良しで笑いに貪欲なキッズたちをお届けいたします。何事にも全力で人一倍努力家なフィリックス。そんなフィリックスは最近笑いに対して欲があるようで、一番笑いに貪欲だったことがワンキッズルームで明らかになったのです。証言者はフィリックスビッグラブなヒョンジン。ヒョンジンがフィリックスと2人で遊びに行った際に、笑いに対する欲が目に見えるほどすごかったのだとか。フィリックスがヒョンジンを笑わせるために取った行動はなんと変顔。ヒョンジン曰く、ものすごくブサイクな表情だったようで、ヒョンジンは笑いを通り越してすごく驚いたんだそう。メンバーはみんなを笑わせたいフィリックスがどうしても可愛く見えるようで、バンちゃんは想像しただけで思わず可愛いと心の声が漏れていました。フィリックスは笑いに貪欲な理由として、ファンのみんなを笑顔にしたい、新しいものをお見せしたいと語っていました。フィリックスが笑いに貪欲なのは全てステイのため。さすが天使、理由がけなげすぎます。笑いを追求するフィリックスに対して、本人にその気がなくても周りを笑顔にさせてしまうのがチャンビン。チャンビンはクスッと笑える名言を言うことが多く、ステイからミーム製造機とも言われています。中でも有名なチャンビンのミームが、ニュージーンズの大人気曲 OMG のサビ部分をアレンジしたギャグ。楽屋での待機中、チャンビンが急にカメラに近づき、チャンビン、誰がこんなに綺麗に産んだの？ブーリオンマオンマが、と歌い出したのです。自分でも気に入ったのか、歌い終わると、やってやったぞ、と言わんばかりのドヤ顔。この後も、急にヒョンジンの隣に座ったかと思いきや、ヒョンジン、誰がこんなに綺麗に産んだの？と質問し、すかさずヒョンジンの回答にかぶせて渾身のギャグを披露。これにはヒョンジンも笑いが抑えきれません。一方ヒョンジンの隣にいたフィリックスは、何言ってるんだこのヒョン、と言わんばかりの表情。そしてなんと、このギャグがニュージーンズ本人たちにまで届いたのです。ニュージーンズのライブ配信中、ファンからの、誰がこんなに綺麗に産んだの？という質問に対して、ブーリオンマオンマが、と満面の笑みでチャンビン渾身のギャグを真似してくれたのです。これにはステイもびっくり。ギャグを生み出したチャンビン本人の反応も気になります。何事にも全力なスキズは、ゲームにおいても本業を忘れて全力投球。YouTube コンテンツ、スキズコードのエピソード1から2では、王の座をかけていろいろなゲームに挑戦するのですが、雪の上なのでみんな滑りまくり。お笑いの神様がついているんじゃないかと疑うほど、尻餅をついて思いっきり転びます。チャンビンは転んだ時の痛みを、血になったみたい、と表現し、メンバーみんな呆れていました。そしてリノは自分の番になると驚きの行動に出たのです。リノはゲットした旗の根元を自分の手に軽く刺して何かを確認しています。何をするのかと思えば、鬼の形相で旗の根元をメンバーに向けながら猛ダッシュで駆け下りたのです。これにはリノを妨害しようとしていたハンも命の危機を感じて一目散に逃げ出します。ですが当の本人は全く気にしていなさそう。リノは氷の上でもサイコパスなのでした。ちなみにリノをおとなしくさせるには、水の中に入れてみましょう。猫になります。王の座をかけた戦いでは、雪合戦に続いて剣を使って風船割り対決を行います。すぐに始めればいいものを、お笑いに発展させてしまうのがスキズ。トップバッターはリノとスンミンの離婚危機ペア、因縁の戦い。スタートの合図がかかると、まるでアニメの主人公になったかのように役にのめり込みます。そしてプレイヤーだけでなく周りのガヤも騒がしすぎる。チャンビンの中継も始まり、ガヤがより一層盛り上がります。一通り戦いごっこを楽しんだ後に、やっとゲームが始まります。ぐるぐるバットをした後に相手の風船を割るゲーム。もう目が回りすぎて歩くのもままならず、本当にアイドルなのかと疑うほどの運動能力。普段イケイケのアイドルでもぐるぐるバットの後はかっこよさをキープできないと思うと、同じ人間なんだと少し安心します。剣を持つと他のメンバーもつられてバトル系アニメのキャラクターになりきって戦います。そして漏れなくメンバーみんなセルフ効果音付き。いや、
騎士などとまるで小学生男子が使えそうな効果音を出していました。ハンとアイエンのペアに関しては、山の木を集めうわー、海の木を集めうわーと謎の決め台詞付きで戦いが始まります。2人の息ぴったりな演出にメンバーみんな大爆笑。やっと戦いが始まったかと思えば、まさかのスローモーション演出。ハンは演出にこだわりがあるようで、これじゃダメとアイエンに演出の要求をし、テイク2が始まります。この後もハンの納得がいくまで寸劇が続くのでした。剣を持つと興奮して人格が変わるスキズ、どこまでも少年すぎる。初見の人からすると真面目でおとなしそうなメンバーとして名前が挙がることが多いスンミンですが、ステイは知っての通り隠れ癖強メンバーなんです。意図的に変顔をしているのか、無意識に変な顔になってしまっているのか、 YouTube コンテンツでも公式から顔面保護がかかりがちなキム・スンミン。中には逆に顔面保護かけなくて大丈夫と心配になる変顔も。メンバー同士で愛嬌対決をした際には可愛さを披露する場にもかかわらず、スンミンはギャグに走ります。現役アイドルとは思えないスンミンの斜め上の愛嬌にメンバーも大受けし、スンミンのギャグ魂に火がつきます。相手を煽りまくり、変顔の連発。普段はスンミンに対して厳しめなリノも大爆笑。ついには公式から顔面保護規制がかかってしまいました。この規制がかかってしまった顔がどれほどひどかったのかとても気になります。またソンミ先輩の YouTube コンテンツに出演した時には、大と小、我慢するのが大変な時はどっちかというアイドルに対してはなかなかハードな質問に、他のメンバーはワード選びを慎重にしながら討論していました。このテーマに対して熱弁するバンちゃんに対してヒョンジンは頭を抱えます。ですがスンミンは口を開かずメンバーの話をただ聞くだけでした。そして MC のソンミ先輩から「スンミンさんはどうですか?」と質問され、チャンビンにも「あいつ自分だけ助かろうと口閉じてるの見て」と突っ込まれてしまいます。するとスンミンは「僕は我慢することを失敗した時の想像をしていました」と爆弾発言をします。あまりにも想像を超えた斜め上の発言すぎてメンバーみんな大爆笑。説明を続けようとするスンミンですが、マンネのアイエンからもアイドル保護のためやめてやめてと止めに入られます。メンバーから笑いを取ったスンミンは満足そうな表情でした。一見おとなしく真面目そうに見えて、スキズの中で一番ギャグ線が高く笑いに対して貪欲なキム・スンミン。もはやスキズにまともなメンバーなんて存在しないのかもしれません。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。